製図の基礎を学ぶ。パート5、図面の寸法の入れ方。このパートでは、角度や円といった様々な寸法の入れ方について学びます。図面に寸法を入れる場合、次のように寸法補助線を形状の一点から引き出し、寸法補助線の間を矢印のついた寸法線で作成します。寸法線の上に寸法値をミリ単位で記入します。ミリは記入せず、数値のみ記入します。また、寸法値は寸法線の中央部に配置するようにします。図のようにやむを得ず形状内に寸法を配置する必要がある場合は、寸法補助線を省略して、寸法線と寸法値のみ記入します。角度寸法を記入する場合、必要に応じて形状から引き出し線を作成し、図のように円弧で寸法線を作成します。寸法値の記入方法。寸法値の記入の方法は2通りあります。一つは図面の下、または右から寸法値が読めるように配置します。もう一つは、すべての寸法値が下から読めるように配置します。なお、図の27や55は直径寸法を示します。したがって、実物はこんな形状になっています。狭い箇所の寸法記入方法。寸法を記入するスペースがない場合、矢印の代わりに黒丸を用います。また、引き出し線を利用して、寸法値を入れる場所を、スペースのある場所に移動させることもできます。この場合は、寸法線の両端には、黒丸や矢印など、何もつけないようにします。類似形状における、寸法記入方法。ここからは、類似の形状が複数ある場合の、寸法記入方法を解説します。直列寸法記入法。図に示すように、寸法が直列に連なる時の寸法記入法です。並列寸法記入法。図のように類似形状の寸法の基準が同じ場合に使います。互いの寸法の間隔を空けて並列に配置します。それぞれの寸法交差が独立できる寸法配置方法です。累進寸法記入法。各寸法の基準に起点記号を配置します。寸法線は一本の連続した線で表現し、起点の反対側は矢印をつけます。先ほど説明した並列寸法記入法と同じ意味を持ちます。座標寸法記入法。穴などの類似形状の位置は座標テーブルとして表すこともできます。この場合の XY 座標の基準となる原点は設計基準や加工基準などによって選ばれます。以上が類似形状の寸法の表し方です。次に円や厚み、穴などの寸法の表し方を説明します。半径寸法。寸法値の前に R をつけます。円弧の中心から寸法線を作成する場合は R を省略することができます。この時円弧の中心は十字または黒丸で中心であることがわかるようにします。半径寸法については配置位置によって図のように様々な形式があります。配置スペースなどによってどのタイプを使用するのか選ぶことができます。旧寸法の表し方。図に示すように寸法値の前に SR または SΦ をつけます。正方形の寸法の表し方。正方形の対象物を側面から見た際に正方形であることがわかるように寸法値の前に角をつけます。円弧の寸法の表し方。円弧の長さを示す寸法線を描き、寸法値の左に円弧を表す記号をつけます。厚さの寸法の表し方。薄い肉厚の部品を図示する場合、厚みを図面に記入することで、投影図を減らすことができます。厚さを表す寸法値の前に t をつけて表現します。t1.2 は 1.2 ミリの板厚を示します。面取り寸法の表し方。面取りとは、
部品の尖ったエッジをなくして安全性を確保するなどの目的で45度の角度で角部を削除した部分のことです。面取りの寸法は寸法値の前に C をつけます。穴の表し方。穴は複数になることが多く、同じ穴が複数連なる場合、4×12 切りのように記入します。切りはドリル穴を表しており、12mm のドリル穴が4個であることを示しています。次に、穴の深さを指定する場合についてです。穴を上から見た場合、12深さ、30、または、最新のJISでは、このように記入します。側面から見た場合、図のように、穴の直径と深さを記入します。以上、主な寸法の表し方について説明いたしました。この他にもいろいろな寸法の表し方がありますので、必要に応じて書籍やネットなどを活用して学習しておきましょう。寸法の記入の基本ルール。図面は設計した機械や部品の製作が完成するまでに様々な人が読むことになります。したがって寸法を記入する際には図面の読み手に配慮して認識の間違いが発生しないようにわかりやすく正確に配置する必要があります。ここで図面の読み手とは誰のことを指しているのでしょうか。考えてみましょう。読み手とは図面をチェックする先輩、上司など同じ環境で仕事をするメンバーだけではありません。図面が完成して出図された後は加工業者、金型業者、製造担当者、検査担当者など、たくさんの関係者が読むことになります。したがって、このような方々が読み間違いを犯さないように、わかりやすい図面の作成が必要です。寸法一つとっても、その配置の仕方によって、読み間違いを減らすことが可能です。そこで、次に、読みやすくする寸法の配置方法をご紹介します。寸法配置のルール。図面に寸法を配置する場合に、最も基本的なことを説明します。それは、一つの投影図に対して、集中して配置するということです。特に正面図は、形状の全体像を表す図であるため、ここに寸法を集中させます。正面図で表現できない寸法のみを、他の投影図に入れます。このように図面を描くことで、読み手が寸法を探す手間を省くことができる効果が生まれます。それでは、この簡単な部品に寸法を入れてみましょう。どのようになるでしょうか。このように正面図に寸法を集中させるとわかりやすいですね。幅、高さはすべて正面図で把握できます。奥行きは平面図で確認できます。二重寸法の禁止。一つの図面に二重の寸法を入れてはいけません。二重の寸法とは、同じ寸法を異なる二つの投影図に入れることです。図を例に説明します。例えば、右側面図の80と45の寸法です。この寸法はすでに正面図と平面図に存在するため、右側面図に入れてはいけません。また、正面図の35の寸法は、図面に入れなくても計算で求めることができます。80-45 イコール35と計算できます。このような寸法は特別に明記する必要がなければ記入しません。並列に記入するときのルール。並列に寸法を配置する場合、形状から遠い順に大きな寸法を配置します。左の図のように寸法線が重なると読みにくいからです。形状内にはできるだけ配置しない。部品の内部に存在する形状に寸法を入れる場合、引き出し線などを用いて、できる限り、形状の外に寸法を配置するようにします。形状の中に寸法を配置すると、形状の線と重なって読みにくくなるからです。寸法線に重ならないように配置する。寸法値と寸法線が重なって表示すると、読み間違いの原因となります。このような場合は、
寸法値を少し移動させて数字がきちんと読める位置に配置します。以上、寸法記入をまとめますと、次のようになります。寸法はできるだけ正面図に集中して記入する。二重寸法を入れてはならない。計算で求まる寸法を入れてはならない。寸法線が重ならないように配置する。寸法線はできるだけ形状内に配置しない。以上、ここに示したルールを守るだけでも、随分と読みやすい図面にすることができるでしょう。この動画シリーズでは、設計図面を読めるようになるために、必要な基礎知識となる、次に示す内容を解説しています。ぜひ、モノウェブに、チャンネル登録をお願いします。